どうもベルです。今回は、ドゥームセイで、初等レイドが実装されたので、その解説をやっていこうかなと思います。ちょうど本日から、開始されたイベントということで、まだおそらく手探りの段階の方が多いのかなと思います。この動画で一通り、このイベントの基礎をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、前置きはこれくらいにしておいて、早速やっていこうかなと思うんですけども、簡単に言うと、アイランドレイドの、チーム戦バージョンです。アイランドレイドって、8同盟が一つのマップに入って、各同盟同士で、同盟関係を結ぶことはあっても、あくまで各同盟の個人戦だったんですけども、初等レイドは、完全なチーム戦になります。で、この初等レイドでは、このチームのことを、軍団と言いまして、だいたい2から5同盟、だいたい3、4同盟ですね。そちらが一つの、軍団になりまして、どうやって振り分けられるかと言いますと、こちらはもう、ショートレイドにエントリーすると、自動的に振り分けられます。で、この軍団は、絶対的な味方になるので、攻撃し合ったりすることはできません。そして一つのマップに、4つの軍団が参加して戦っていくことになります。で、このイベント、日本時間で言うと、火曜日の朝9時から、翌週の月曜日の朝9時まで、戦う結構長期間なイベントになるんですけども、で、この初等レイドで、じゃあ何を目指していくかというところですね。こちらはアイランドレイルと違って、まず、ポイント制ではありません。目標は、こちらの真ん中にある都市ですね。こちらなんですけども、もうちょっと拡大しますね。こちらですね。こちらのレベル7の都市を、軍団として獲得することが目標になります。で、このレベル7の都市は、2つマップ上に存在しまして、こちらですね。でこちらになるんですけども、そして、アイランドレイドともう一つ大きく違うこととして、初等レイドでは、フェーズ制というものが採用されています。フェーズ1と、フェーズ2があり、フェーズ2がありまして、フェーズ1は、最初の4日間。で、フェーズ2は、最後の2日間。という風に分けられています。で、具体的なところなんですけども、まず、フェーズ1では、この、レベル7の都市を、1つまで占領することができて、このフェーズ1まで、フェーズ1の終了時ですね。そこまで占領することができると、こちらの報酬ですね。こちらで、金のナノコーティングとか、あとはレジェンドのかけらとかを、軍団メンバー全員が獲得していくことができます。一応スコアが200万以上っていう条件はあるんですけども、基本的にはほぼ全員ですね、獲得していくことができます。で、フェーズ3になった時なんですけども、ここで、さらに2つの軍団が1つのチーム、派閥というものに分かれます。そして、じゃあこれ何を目標とするかなんですけど、このレベル7の村を2つ占領することを目標として戦っていきます。で、この派閥なんですけども、まず、レベル7を、フェーズ1でレベル7の村を占領した軍団は必ず分かれます。そして残りのレベル7の村を占領してないチームが一つずつ割り当てられる感じですね。で、フェーズ1は、軍団としてレベル7の、村を占領することが目標で、フェーズ2では、派閥としてレベル7の村を2つ占領することが目標。ここだけ押さえておけば、とりあえず OK かなと思います。で、ここから、普通のアイランドと、違う要素をいろいろとお伝えしていこうかなと思うんですけども、まず大きく違うこととして、チェックポイントが存在します。ちょっと、スクロールするんですけども、こちらですね。こちらになるんですけども、通常の、マップのチェックポイントと同様で、その先に伸ばしたくても、このチェックポイントを取らないと、次のゾーンには進んでいくことはできません。そしてこのチェックポイントなんですけども、一番最初のこのレベル4のチェックポイントは、その所属軍団しか取ることができません。なので、一番最初のゾーンには、他の軍団のメンバーは入ってこれないので、基本的に必ず安全かなと思います。で、あとは、レベル5のチェックポイントですね。こちらと、あとはレベル6のチェックポイントなんですけども、ここですね。
こちらは、特に条件はないんですけども、一応未占領の状態だと、どのチームでも通ることができます。なので、対角のところ、対角の軍団に攻めに行きたいと思っても、このチェックポイントを取っていけば、最初の数日間は行くことができます。あともう一つ、アイランドレイドと、大きく違うことがあるんですけども、それは何かと言いますと、同盟の見張り台を建てるための、同盟の建物材料ですね。これ普段のアイランドレイドだと、石油の寄付で入手できたと思うんですけども、今回では寄付で入手することはできません。というか、寄付自体がありません。じゃあどうやって入手するのっていうところなんですけども、こちらは資源収集及びスカベンジャーの討伐で入手していくことができます。じゃあまず、資源採取なんですけども、こんな感じで、各資源ポイントには、普通の資源に加えて、同盟の建物材料を入手することができるようになっています。また、それに加えて、大量に同盟の建物材料を入手できる資源ポイントが出現しています。ちょっとその座標に行こうと思うんですけども、こちらですね。こちらの基地の倉庫というところなんですけども、普通のレベル7だと、11しか建物材料ないんですけど、この基地の倉庫だと300あるっていうところで、もう差は歴然かなと思います。一応こちら普通の資源も獲得していくことができるわけなんですけども、ここで、獲得できる建物材料がもう、かなり大きいので、めちゃめちゃ争奪戦になります。ここは多分まだ、見つけてる人がいないので、全然争奪戦にはなってないんですけども、収集してるとバンバン狙われるので、なので、採取している人とは別に、強い人が近くで護衛していったり、あとはもう、相手が来たらすぐ逃げれるように、画面に常に貼り付いている必要があるのかなと思います。で、もう一つ、建物材料の入手方法なんですけども、都市の近くに湧くスカベンジャーの討伐です。こちらですね。今ちょうど倒し終わっちゃってるので、今いないんですけども、こちらを倒すと、同盟の建物材料が、ドロップします。これでも結構な量の、同盟の建物材料を入手することができるので、かなり争奪戦になります。うちはもう早速取り合いになってて、かなり、大規模な集団戦が起きてました。また、こちらは、出現時間が決まっておりまして、次いつ出現するかについては、こちらの、戦略的サンドボックスの画面ですね。この右上に、次の出現時間が書いてあるので、こちらを参照していただくのが良いと思うんですけども、一応紫の、普通の走行スカベンジャーは2時間に1回。金の、エリート走行スカベンジャーは12時間に1回出現します。で、紫はレベル6の都市。先ほどのところですね。に出現しまして、金のはレベル7の都市に出現します。ただちょっとここはまだ初日ということもあって、若干間違ってるかもしれないので、もし間違いがあったら、概要欄の方に追記しておきますので、ご確認いただけると嬉しいなと思います。またこちらの同盟の建物材料は、入手したら、シェルターまで持って帰る必要があります。ただ、こちらは仮に持って帰っている最中に、攻撃されて、その部隊が全滅してしまうと、同盟の建物材料は、そこにドロップして、同盟に加算していくことができません。ただ逆もしかりで、相手が同盟の建物材料を持って帰っているところを襲って、相手を全滅させることができれば、奪うことができるので、輸送中の部隊は、所持している同盟の建物材料の量に応じて、デバフがかかるようになってますので、同盟の建物材料を持って帰っている敵の部隊を見つけたら、積極的に攻撃していただくのがいいんじゃないかなと思います。で、肝心な見張り台なんですけども、こちらは各軍団で共通に、実質的に共通なものとなります。各同盟で建てられる、こちらですね。というよりかは、すいません、見張り台の方がいいですね。各同盟で、建てられる個数は、各60個までとなってまして、同じ軍団の領地に、隣接して見張り台を建てていったり、建設に参加していくことが可能です。あとは駐屯も同様ですね。仲間の軍団の見張り台に兵士を送っていくことができます。
ただ、この駐屯リーダーの変更は、その見張り台を占領している同盟しか、すいません。占領台を所持している同盟ですね。そちらしか変更することができないので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。であと普段のアイランドレイドではないイベントとして、こちらの同盟の旅ですね。が来てるんですけども、こちらミッションをどんどんクリアしていくと、この同盟バッジを入手することができて、集めていくと、報酬が獲得できるっていう、内容になるんですけども、内容になります。またランキングもありまして、同盟内での、個人ランキングと、同盟ランキングですね。で、この同盟ランキングなんですけども、同じ初等レイドのマップのチームとのランキングになります。なので、この段階報酬を、どんどん獲得していくんだったらともかく、ほんとこの、同盟でどんどん1位を狙っていくってなると、正直課金でのポイントがメインになってしまうので、こちらですね。ほんと無理ない範囲でやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、残りのアイランドレイドとの、相違点で、大きなものは、このフェーズ報酬ですね。毎日軍団と、まだ派閥ですね。ある種のミッションのようなものがあって、達成していくと、報酬を獲得していくことができます。また、個人ポイントでのランキング、個人ポイントランキングと、個人ポイントの段階報酬で、このレジェンド兵装の装置である、シールドジェネレーターのかけらを獲得していくことができます。で、この個人ポイントは、アイランドレイドと同様に、敵の部隊キルしていったり、部隊訓練していったりで、獲得することができるんですけども、このシールドジェネレーター、めちゃめちゃ強いです。ただこれ、他の入手経路がないと、これ最終的に星5にしていくっていうことはかなり厳しいので、既存のレジェンド装置よりは、強いんですけど、既存のレジェンド装置が使えなくなるっていうことは絶対ないと思うので、そこは安心していただいて大丈夫なのかなと思います。であとは、この、初等レイド期間中の、救急ステーションへの、救助割合は、65% になって、収容量も無限になります。これはアイランドレイルと同様ですね。ただ少し違うのが、このフェーズ1終了時、すなわち、5日目の開始時点ですね。そこで救急ステーションにいる部隊は、すべて帰ってきます。もちろん35% の部隊は、完全な損失となってしまって、帰ってこないんですけども、フェーズ1で消耗しても、フェーズ2でちゃんと戦えるようになっているのは、良いのかなと思います。あとは少しいろいろと、細々としたところで、普段のアイランドレールとは違う、そういう点などあると思うんですけども、ちょっとこれも上げ出したら切れなくなってしまうので、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。普段のアイランドより、1日長くて、しかも戦おうと思ったら、24時間戦っていけるイベントなので、大変ではあるんですけども、アイランドレイドの、改善してほしかった点。例えばなんですけど、もう同盟組んで、もう勝ち確定の盤面作っちゃったら、もう戦うまでもないとか。あとはもう見張り台の耐久度的に、常に誰かしらインしないと、落とされちゃって、だいぶ進行されちゃうとか。そういうことが、このイベントでは非常に起きづらいと思いますので、かなり、いいイベントなんじゃないかなと思ってます。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録及び、最近 X の方も始めたので、概要欄よりフォローしていただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。